皆さんこんにちは。デンゼル・ワシントンといえば黒人で初めてアカデミー賞を獲得した名優として知られていますが、今回はネットフリックスで配信されているイコライザーシリーズをご紹介したいと思います。このチャンネルでは登録者数1000人を目指して頑張っています。気に入っていただけましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行きましょう。いや、この作品私がすごく好きでした。全部で3作品が制作されているのですが、とにかく主人公が超人的に強いんです。このシリーズはデンゼル・ワシントンがアカデミー主演男優賞を受賞したトレーニングデーのアントワン・フークワ監督と同作以来13年ぶりに再タッグを組んだアクションサスペンス。見ていて何とも言えない理不尽な終わり方をする映画が増えている中、バッサバッサと悪人をなぎ倒していく姿が気持ちいいのです。シリーズはイコライザー、イコライザー2、イコライザー・ザ・ファイナルの3作品です。作品は1から見てもファイナルから見ても楽しめます。シリーズ1は元 CIA エージェントのマッコールは今はホームセンターで働くごく普通の真面目な人間として生活していた。しかしある夜、馴染みのカフェで娼婦の少女テリーと出会い、彼女を囲うロシアンマフィアの非情さに内に眠っていた正義感が目を覚ましていく。かつてのマッコールは身の回りにあるあらゆるものを武器に変え、警察では解決できない不正をこの世から瞬時に消してしまうイコライザーと呼ばれる男だった。マッコールはテリーとの出会いから再びイコライザーとしての仕事を遂行していく。シリーズ2は表の職業として日中はタクシー運転手として働いているマッコールだったが、 CIA 時代の元上官で親友のスーザンが何者かに殺害されてしまう。独自に捜査を開始したマッコールはスーザンが死の直前まで手がけていた任務の真相に近づいていくが、やがてマッコール自身にも危険が迫る。そしてその手口から相手はマッコールと同じ特殊訓練を受けていることが判明。同時に身内であるはずの CIA の関与も明らかになっていく。マッコール役のワシントンは自身のキャリアで初の続編への出演となった。ザ・ファイナルはイタリアを舞台に主人公ロバート・マッコールが最後にして最大の戦いに挑む姿を描く。シチリアでの事件で負傷し心身ともに限界を迎えたマッコールはアマルフィ海岸沿いの静かな田舎町にたどり着く。身内のように温かく接してくれる人々の存在に救われた彼はこの町を安住の地にすることを心に誓い、イコライザーのスイッチとも言うべき腕時計を外すことを決意する。しかしその町にも魔の手が迫り、マッコールは大切な人々を守るため再びイコライザーの仕事を開始。やがて事態はイタリア全土を巻き込む爆破テロ事件へと拡大していく。マッコールの過去に深く関わる謎の CIA エージェントをダコタ・ファニングが演じ、マイ・ボディガード以来18年ぶりにワシントンと共演した。私は3作品を一気見しました。退屈な間もなく、行き過ぎた暴力シーンも比較的少なく、見終わった後に面白いエンターテインメント作品を見たと気分も爽快でした。2024年にはイコライザー4も作成されています。ネットフリックスでの配信が待ち遠しいです。デンゼル・ワシントンは生年月日1954年12月28日70歳。出生地アメリカ合衆国ニューヨーク州マウントバーノン。身長184センチメートル。これまでに2度アカデミー賞に輝いているほか、ベルリン国際映画祭でも2度の男優賞を受賞。さらに舞台ではトニー賞演劇主演男優賞を受賞しています。2016年の第73回ゴールデングローブ賞授賞式では功労賞にあたるセシル・ビー・デミル賞を受賞した。2度大統領自由勲章も授与されている。アメリカを代表する映画俳優の一人であると同時に映画監督、舞台俳優でもあります。若い頃はその美しくセクシーな容貌で完璧で非常に魅力的な俳優でしたが、
年をとっていい具合に貫禄も出ていて愛らしささえ感じてしまいました。イコライザー・ザ・ファイナルが70歳前の作品だと思うと、よくあのアクションをこなしたと感心します。とてもダンディーで素敵な年の取り方をしています。本当に面白かったので、スカッとしたい方にはおすすめの作品です。いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。